こんにちは。ゼロから行政書士第43回です。前回は所有権と共有、領域物権を学びました。今回も民法の知見を続けていきます。テーマは担保物件の残りです。抵当権利以外の担保の仕組みを見ていきます。留置権や質権、譲渡担保などを整理します。肩の力を抜いて一緒に理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、法定担保と呼ばれるものです。法律によって当然に生じる担保です。留置権と先取る特権がこれにあたります。二つ目は、約定担保である質権です。当事者の契約で設定する担保です。三つ目は、譲渡担保という担保です。民法に条文のない非典型の担保です。最後に担保物件に共通する性質を整理します。それでは早速始めましょう。はじめに担保物件を確かめます。担保物件とは債権の回収を確保する物件です。お金を貸した人が取りはぐれを防ぐ仕組みです。代表的なものが抵当権です。抵当権は以前の回ですでに学びました。今回はそれ以外の担保物件を見ていきます。担保物件は生じ方で2つに分かれます。法律で当然に生じる法定担保物件です。契約で設定する約定担保物件です。ここで担保物件を分類してみます。大きく3つのグループに分かれます。1つ目は法定担保物件です。一件と先取り特権がここに入ります。当事者の合意がなくても法律で生じます。二つ目は約定担保物件です。質権と抵当権がここに入ります。当事者の契約によって設定されます。三つ目は非典型担保です。譲渡担保などがこれにあたります。民法に条文がなく判例で認められた担保です。まず、法定担保の留置権を見ます。留置権とは、物を留め置くことができる権利です。他人のものを預かって占有している場面です。そのものに関して債権を持っているとします。この時、弁済を受けるまで物を留置できます。例えば、時計の修理を頼まれた場合です。修理代を受け取るまで時計を渡さずに済みます。支払いを促す効力があるわけです。これを留置的効力と言います。物と債権の結びつきが必要になります。次にもう一つの法定担保を見ます。先年特権という担保物件です。法律が定めた特別な債権を守る仕組みです。その債権者は優先して弁済を受けられます。他の債権者に先んじて回収できるわけです。契約がなくても法律によって生じます。大きく3つの種類に分かれます。債務者の全財産にかかる一般の先取り特権です。特定の動産にかかる動産の先取り特権です。特定の不動産にかかる不動産の先取り特権です。例えば、雇われた人の給料などが守られます。ここからは約定担保の質権を学びます。質権とは契約で設定する担保物件です。債権者が担保として物を受け取ります。弁済を受けるまでその物を留置できます。手元に置くことで支払いを促します。弁済がなければそのものから優先弁済を受けます。抵当権との大きな違いがあります。質権では目的物の占有を相手に移します。抵当権では占有を移さない点が異なります。この占有を移す点が質権の特徴です。質権は目的物によって種類が分かれます。一つ目は動産質です。宝石や時計などの動産を預ける質権です。目的物を引き渡すことで効力が生じます。
二つ目は不動産質です。土地や建物を目的とする質権です。登記が第三者への対抗要件になります。三つ目は権利質です。債権などの権利を目的とする質権です。預金や貸付の債権を担保にする場合です。続いて、譲渡担保を見ていきます。民法に条文のない担保物件です。判例によって認められてきた仕組みです。担保のために所有権を移す形をとります。形の上では債権者に所有権が移ります。債務を弁済すれば所有権は元に戻ります。弁済がなければ債権者が清算して回収します。大きな利点は目的物を使い続けられる点です。工場の機械などを使いながら担保にできます。細かな法律構成は最新の教材で確認してください。最後に担保物件に共通する性質を整理します。これを通有性と呼びます。一つ目は素従性です。担保は守るべき債権があってこそ存在します。債権が消えれば担保も消えます。二つ目は随伴性です。債権が他人に移れば担保も一緒に移ります。三つ目は不可分性です。全部の弁済を受けるまで目的物の全部に及びます。四つ目は物上代位性です。目的物が売却や滅失で金銭に変わる場合です。その金銭などにも担保の効力が及びます。ただし、留置権にはこの物上代位性がありません。ここで具体例で整理します。A さんが B さんにお金を貸します。担保として B さんの宝石に主権を設定します。A さんはその宝石を預かって潜入します。弁済を受けるまで宝石を留置できます。手元に置くことで返済を促します。期限までに弁済があればどうでしょう。その時は宝石を B さんに返します。弁済がなければ宝石から優先弁済を受けます。占有を移す点が抵当権との違いでしたね。ここで今日のクイズです。留置権について正しい内容はどれでしょう。A は契約によって設定するです。B は弁済まで言い渡しを拒めるです。C は占有を必要としないです。少し考えてみてください。正解は B です。留置権は弁済まで物を留置できる権利でした。法律で当然に生じ、占有が前提になります。それでは今日のまとめです。一つ目は法定担保物権です。留置権と先土地特権が法律で当然に生じました。留置権は弁済まで物を留置できる権利でした。先土地特権は優先弁済を受けられる権利でした。二つ目は約定担保の質権です。占有を移して担保する点が特徴でした。譲渡担保という非典型の担保もありました。三つ目は担保物権の通有性です。素従性、随伴性、不可分性、物上代位性でした。担保物権の全体像がこれで見えてきました。ここまで担保物権の残りを学びました。留置権から質権、譲渡担保まで整理できました。次回は責任財産の保全に進みます。債権者代位権と差外行為主張権を学びます。債務者の財産を守るための仕組みです。債権争論の大切なテーマになります。今日の担保物件もしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。